こんにちは、メヨです。ブレンダー初心者がお届けする初心者のための動画です。独学なので間違えてたらごめんね。今回はサンクタスライブラリです。マテリアルとしてだけでなくツールも優秀です。事前準備が必要な人もいるかと思われるので、まずは設定から説明していきます。設定をしないと立体的に表示できないので、本来の実力が発揮できません。使い方は簡単でオブジェクトを作って適用するだけです。アイコン右下の C はサイクルズで使用してください。とりあえず適当に選んでみます。上側のマテリアル適用をクリックします。サイクルズなのでレンダープレビューに切り替えます。アイコンのような立体ではないことが分かります。まずは暗いのでライトをつけます。シフトプラス A でライトを選択します。ライトの強さは右の電球アイコンからワット数を変更します。あとは G、Z で高さを調節しましょう。それではサイクルズの設定をしていきます。レンダープロパティを選択します。レンダーエンジンがサイクルズなのを確認しましょう。機能セットを実験的に変更します。次はサブディビジョンサーフェスを適用します。平面を選択してからスパナのアイコンをクリックします。モディファイヤープロパティ追加をクリックしてサブディビジョンサーフェスを選択します。シンプルに変更をしてさらに適用サブディビジョンにチェックを入れます。あとちょっとなので頑張ってください。マテリアルプロパティから下の方にスクロールさせると設定があります。ディスプレイスメントをクリックします。ディスプレイスメントとバンプを選択します。これで画像だったものが立体的に表示されます。マテリアルプロパティの上の方に高さとあるので数値を変更してみます。現状がこんな感じ。それでは高さを上げてみます。凹凸が生まれました。ここからが本番です。いろいろな機能を見ていきましょう。まずは個人的に驚いたアスファルトのマテリアルです。今ある平面をアスファルトに変更します。アスファルトをクリックしてからマテリアルを適用するだけです。濡れたアスファルトに経年劣化表現もされています。設定では水たまりの場所や傷の大きさなど様々な変更ができます。私がいいなと思ったのが水たまりに反射して映るオブジェクトです。シチュエーションがとっても素敵です。平面のマテリアルの次は立体的なものにしてみましょう。UVQ からアイコンに表示されているパンプキンを召喚します。サイズを調整して、これもマテリアルを適用するだけです。簡単ですね。マテリアルの数はどんどん増えていくので更新が楽しみです。続いては布、クロスのものにマテリアルを設定します。布と分かりやすいように覆いかぶさるようなオブジェクトを作ってみます。まずは UVQ を作ってからその上に平面を作成します。この UVQ と平面にそれぞれ設定していきます。まずは滑らかに表現させるためにサブディビジョンサーフェスをします。スパナーアイコンから選択。シンプルに変更してから数値を上げます。上げるたびに処理が重くなるので注意してください。2個下に物理演算プロパティがあるのでクリック。平面は布状にしたいのでクロスを選択します。次は UVQ 側の設定です。やることはほとんど同じサブディビジョンサーフェスをして、物理演算プロパティから今回はコリジョンを選択します。これでうまくいくはず。平面にマテリアルを適用します。この平面を下に落下させて布っぽく表現してみます。下のバーから再生。
まだ数値が足りないようです。残念。サブディビジョンサーフェスの値を変更してみます。所持している PC にご相談しながら数値を上げてみてください。これは重い。サイクルズでやりながらはさすがに重すぎました。流を変更してできたものにマテリアルを使用したらよかったと録画後気づきました。次はチューブ状のものを設定してみます。チューブ状のものを作るためにはカーブからベジェをクリックします。右側にチューブのようなアイコンがあるのでクリックしましょう。この中にベベル、深度があります。この値を変更します。これで線からチューブができました。チューブ用のマテリアルがあるので設定してみます。このアドオンはブレンダーマーケットの値引き以外にも個別で割引があったりするのでお得な時に購入してみましょう。機能はまだまだあります。続いてはオブジェクトにチューブをつなげてみます。まずは立方体を作ってからちょっと横にどいてもらって GN アセッツを選択してロープケーブルからお好きなものをチョイスします。 ADD アセッツを押すと画面にケーブルができます。このケーブルをクリックして選択、編集モードに入ります。左からドローを選択上にあるサーフェスをクリックします。またスパナのマークからターゲットを指定してあげます。今回はキューブを指定します。あとはキューブに線を描くだけです。自由に線を引いてみてください。直線でも曲がっても何でも OK。 さらにモディファイアタブから大きさや形などさまざまな変更が可能です。最後はツールを使ってみたいと思います。スザンヌを回転させてみましょう。回転などのツールは先ほどの GN アセッツからツールを選択します。ツールを選んでスザンヌを選択してからオブジェクトに適用してあげます。再生ボタンを押せばくるくる回ってくれます。もちろん2つなどになっても同様の動作をしてくれます。別オブジェクトも回ってもらいましょう。この四角にも適用するだけです。とっても簡単。片方を回さないようにするにはサブディビジョンサーフェスを×で消してあげます。次は列と円のツールです。同じようにツールを選択してまずは列を選びます。 ADD アセッツを押してみましょう。等間隔で配置したいオブジェクトを作ります。この後このオブジェクトを指定してあげるのですが、この列オブジェクトとは別のコレクションに配置したいオブジェクトを入れてあげないと動作しなかったのが仕様なのかわからないので、別のやり方もあるかもしれません。コレクションを分けてあげてこの列をクリックしてあげると右のタブが出るのでドーナツ状のオブジェクトのコレクションを選んであげます。サイズや等間隔にいくつ配置するなど変更できます。回転やランダムで大きさを変えることができます。円とツールも同じ設定をすると円上で同じ動作をしてくれます。マテリアルだけでなく別のツールとしても実用的に使用できるのでとってもお得です。これからもアップデートされていくアドオンなので気に入った方はぜひ購入を検討してみてください。それでは良き 3D ライフを。